京都伏見の魚三郎の当主の荒木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日ですけれども、節分のイワシを生姜や梅干しなどと一緒に炊いて当座煮にさせていただくということで、節分の頃イワシっていうものをやはり昔から柊にイワシの頭を刺して玄関に飾って邪気を払うということがありましたので、そういう関係からイワシを炊かしていただいて皆さんに召し上がっていただこうというふうに今回は用意させていただきました。ちょっと手間もかかる料理ではございますけれども、挑戦していただけたらと思います。まずイワシです。イワシを水洗いしていただいて、水洗いする時の注意点ですけれども、お腹の部分が結構硬いですので頭を落としていただいて、この硬い部分はもうザクッと落としていただいて結構です。ザクッと落としてで、これを水洗いしていくような形で用意しておいたものが、こちらにございます。しっかり中はきれいにしっかり鱗を取ってこの形にしていくということです。魚を煮たりする時には霜降ることがすごい大事です。霜降りして要はうまみを逃がさない、それから掃除するのにきれいにする状況ですね。これを鱗をきれいに取って、ここに血合いが残ってるのを取ります。冷たいですけど、ここをいかにきれいにするかです。血が残ってるとその分生臭くなると。竹の皮を、敷きまして焦げつかないように炊いていきます。竹の皮をお箸なんかでちょっと穴を開けていきまして両サイドがひっついたまんまで、こういうふうな形のものを作りますと、中で、イワシを炊く時に対流を起こしやすくなりますので、こういう形でしていきます。鍋の中に1本ずつ並べていきます。これ竹の皮は下にひっつかないようにするために。そうですね、はい、ひっつかないためにですね。これじゃあ家庭とかの場合は、例えばですけどクッキングシートとか。クッキングシートでいいと思います。クッキングシートの当座煮ですので、少し多いめに炊かしていただいて少しの間置いといていただけたら、番茶でもほうじ茶でも、そのあたりのお茶で番茶を入れて下に入れて、この状態で落とし蓋をして、ゆっくり炊いていきます。でお茶が入った状況で梅干し、イワシの時によく梅干しを一緒に入れますけど、これにはどういった意味があるんですか？匂い消しと柔らかくする、骨まで柔らかくする。だから酸でやっぱりそれだけゆっくりじっくりなってきます。ちゃんときちっとした落とし蓋があれば一番いいと思います。この状態でゆっくりじんわりと火を入れていきます。2時間ぐらいかかるかなと思います。減ってきたらまたお茶を足してみたいな形で用意していきます。その時の火加減っていうのはどのぐらいにして弱い火で大丈夫です。できるだけ沸騰させないように、沸騰することで全部その表面の皮が剥がれていったり、煮崩れたりするので、沸騰させないような形で、煮ていってください。アクとかが出てるとアクは取ってやってください。でお茶がなくなってきて柔らかくなったことが確認したら、ここにお酒です。お酒をまたひたひたに、針生姜、針生姜をたっぷり入れていただいて、でここにお砂糖です。お砂糖ね、全体のお酒の割合に対して大体12対1ぐらいの感情で入れます。で、これみりんですね。みりんも同じような感情で、大体みりんはだいぶ少なめに入れてます。で、濃い口の醤油、
こういう状況で、また落とし蓋をしてグツグツと煮ていきます。でかれこれ3、40分煮ていきますと、ほぼこういうふうに汁がなくなっていきます。でこの時にですね、縁が焦げますので、その縁をよく焦げたところを拭いてやってください。その焦げ臭がついてくるのことがあります。でこの汁を、軽く傾けながらイワシにかけていってやってください。煮汁をかけてやることで照りを上げていきます。このぐらいの煮汁加減になって、少し照りが出てきてるという感じですね。そういう感じで仕上がりとなります。で生姜の炊いたのもしっかりつけてあげてください。煮汁をしっかりかけて、切りごまをたっぷり添えてあげてください。すりごまと切りごまとでね、香りの出方がちょっと違うんですね。ちょっとね柔らかくなりすぎるというか、ちょっと切ったる方がスッとしたっていうか、微妙にごまの香りが柔らかく当たるというんですか。で食べた時にはごま感がものすごくあるので、切りごまにするんですけど、こういう形です。京都伏見の魚三郎でございます。創業は1764年で、私で9代目を継がせていただいております。伏見っていう土地柄は京都とまだ少し違う文化がございます。秀吉が作った町でございまして、その後、徳川の幕府の直轄地になりました。その土地で代々大阪から来る瀬戸内の魚を触りながら日本料理をやってまいりました。歴史の中には維新の頃には鳥羽伏見の戦いに5代目が官軍の炊き出しに出ていたり、お魚を届けたり料理をしたりというようなことを代々してまいりました。今現在京料理といいますか、日本料理をしております。どうぞお越しいただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いします。それでいただきます。いただきます。美味しいですよ。さっぱりしてた。はい。イワシを当座煮にするというのは、昔から、日本のお惣菜というもので節分なんでということで炊きましたけれども、こういう料理っていうものは必然的にいつも使っている僕らの使うお魚でも、こういうことを基本をベースとして持ってないとできない料理やと思います。夏になったら鮎炊いたり、また春になったらモロコ炊いたり、そういうもの全部大体一般的にはこういうベースがあって、こういうものを使って、でもこういう料理ってこれからなくなりそうな気がすんねんけどな。だけどなくならさんように僕らはやっぱり世間に広めていかなあかんな。節分でこういうお料理を昔から食べてきたに関して思うことは、やっぱりそのいろんな魚、各季節ごとで昔の人々がそういうイベントごとを大事にしてやってきたということは、自分たちもこれからこの先続けていかなあかんことやし、日本人として引き継いでいくべき文化なのかなっていうのはすごい思いました。日本料理アカデミーでは、日本料理の技術や文化を世界の料理人が正しく学べるよう、京都市内の日本料理店で外国人が就労しながら学べるプロジェクトを京都市と連携して取り組んでおります。このプロジェクトでは5年以内の期間、京都市の著名な日本料理店で働きながら日本料理の技術や背景の文化を学び、帰国後にその魅力を母国で発信していただける外国人の料理人を募集しています。詳しくは日本料理アカデミーのウェブサイトでもお知らせしています。YouTube の概要欄をご覧ください。